どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回ですね、マジで早く買っておけばよかったというふうに思えるカメラアイテムをですね、7つご紹介できればなというふうに思っております。この企画ですね、もうすでに何度かやっておりまして、大人気なんですよ。本当にいろんなね、方々に見ていただいてて、で、結構ですね、多分皆さんも知らないアイテムがたくさんあると思うんですね。この企画はね、定期的にやってるんですけど、前からね、割とタイミングが空いたっていうのと、最近ね、いいものにかなり出会いました。で、今回紹介する全てのものにおいて、ちゃんとね、注意点とか、こういった方には合わないっていうものもね、それぞれあるので、ちょっとその辺もしっかりとお伝えしつつ、これ買ってよかったなって思えるような、カメラアイテム周りのものですね。撮影が楽しくなったりとか、写真動画をね、より楽しめる、そんなね、快適になっていくものたちばかりになるので、ぜひですね、最後までご視聴いただければなというふうに思っております。じゃあね、早速ね、やっていきましょう。まず一つ目なんですけれども、これですね。じゃん。これ、ルミックス S9 ではなくて、ストラップですね。はい、ここのカメラストラップになります。これがね、買ってよかったんですよ、本当に。これね、今年の初めにさ、カメラショップを巡る企画したじゃないですか。あれめちゃくちゃ好評で、もう10万再生回ってますからね。で、あの企画で、セカンドベースさんというね、秋葉原にあるお店で購入したカメラショップになるんですが、これめっちゃ可愛い。これね、ほんと買ってよかったなと思ってます。どうですか、この見た目。ちょっとね、今黒の服着ちゃってるんですけど、分かりにくいかもやけど、めっちゃ可愛くない？で、一応リバーシブルではないんだけど、この茶色の方をね、こっちにしても、可愛いかなみたいな。裏返ってるって感じではあるんですけど、これでもね、全然可愛いかなみたいな感じなんですよね。で、ちょうどね、このカメラ S9 がね、このストラップがすごく付けやすい構造になってて、本当にね、このもう糸をね、通すだけで、付けることができます。で、このね、ストラップのメーカーがユリシリーズっていうところで、これはね、レザーストラップクラシコっていうような、商品ネームになっています。で、これ全部牛革で作られていて、メイドインジャパンなんですよね。そこもすごくいいなっていうところと、僕が気に入ってるのは、このストラップ全体で金属パーツを1個も使ってないんですよね。なので、カチャカチャならないというか、もう全てこのね、触り心地と、なんかちょっとね、こう握ると、ギュッていうぐらいね、なんかすごくね、厚みというか、なんか質感がすごくいいんですよね。で、これが、要は、ジャーってこんな感じでまとめたとしても、金属パーツが1個もないから、カメラが傷つかないんですよね。むしろちょっと保護できてるんじゃないかぐらい、すごくね、質感がいいんですよね、これ。カラーは3色展開で、ブラック、カスターニョ、ブラウンの3つになっています。で、多分これブラックなんですけど、正直ブラックではないんですよ。なんか青みがかってるネイビーっぽいような感じがしています。やっぱこれから夏に向けて、ちょっとね、ファッションがすごいシンプルになるじゃないですか。そんな時にこういったものをぶら下げるとすごいね、可愛いなという風な印象があるんじゃないかなと思います。で、取り付けもね、めっちゃ簡単で、こんな感じで取り付けの説明方法はあるので、すごくね、簡単にできて、このリングのね、ものも一応あるので、割とね、どんなカメラでもつけることができます。ただ特にね、このルミックスとすごい相性が良くて、この S9 とか S5-2 ってここのね、三角のものがねなくて、このダイレクトにいけちゃうんですよね、この紐なので。特にルミックス機にはすごくね合う印象ですね。で、価格はですね9680円税込みになるので、高くはないですよね。少なくともめっちゃ安いわけじゃないけど、でもね、これをずっと長く使うものとしてはすごくいいなというふうに思うので、これね、結構本当に良かったです。買って、注意点はね、本当にもう黒じゃないというところかな。ネイビーな感じがするんで、ちょっと思った色にはならないという可能性があるので、ちょっと良かったらね、セカンドベースさんとか実店舗で見ていただけるのがいいかなと思います。はい、じゃあそしたら続いていきたいんですけど、次ですね、ちょっと2つあるんですよね。次がこれですね。はい、もう皆さんこれ散々ね、いろんな方レビューしてると思うんで知ってる方多いと思うんですけど、 YC オニオンさんのピネタプロというね、一脚になるんですよ。で、僕結構前にね、もうすでに紹介してるんですけど、これ一脚としてねめちゃくちゃいいっていうのはあるんやけど、これね三脚もいいの知ってました？これですよ、この三脚、ワンタッチでね、この伸縮ができるこの三脚と、このワンタッチで変えれるこの一脚、これらが YC オニオンさんのピネタシリーズという風になるんですね。で、これはね、ちょっと前にもご提供いただいてるものになるんで、ちょっとこれだけね購入したっていうわけではないんですが、どうしても本当にいいので、ちょっとねこれご紹介させていただきたいんですよ。まずですね、この一脚から見ていこうと思うんですが、これ何がいいかっていうと、もう本当にこれで自由自在にいけちゃうんですよ。で、1脚と3脚やったら、3脚ほどはやっぱ1脚の方がちょっとなんやろな、危ないというか、やっぱり人がねちゃんといる時にしっかりとこれを見ながら撮影をするっていうのがいいんですけど、これのね便利さえぐいですよね。僕たちも YouTube たくさん撮るんですけども、最近はこれに乗っけていろんな撮影めちゃくちゃやっちゃうみたいな感じで、すごく機動力があるんですよね。で、ちゃんとねここをロックつけることができるので、はい、下がらなくすることもできたりするし、あとね、これ面白いのが音大を撮ることが
できて、でさらにですねここをカチャッと取ることができるんです。ほんでこれをねここにスポンとはめてあげるとローアングルで撮ることができます。こういう風にローアングルの撮影ができるという風になるんですよ。でですね、この三脚、ここのね、トリガーをね、押すと、このね、角度が調節もできるんですけど、こういう風に、はい、自由自在に傾けて撮影をね、することができるんですよね。で、しかも、このね、はい、三脚の部分、一番下の部分は折りたたんで使うこともできるし、で、さらにですね、ここの一番下の部分ですね、これを取ってあげて、ガーッと取ってあげて、でここも取ってあげると。ほんでこれだけをつけると、はい、これだけをつけるともうあれですよ、本当にここの下がない一脚、よりこう攻めたい時とかもっと俊敏に使いたい時とかに使えちゃうみたいな、こういったものにも早変わりするんですよ。すごくない？これ一脚ってねなかなか買うってならないじゃないですか。でもこれ持ってるとめちゃめちゃ便利です。特に YouTube 撮影する方とかインサートをサクッと撮りたい方とか、ちょっと簡単にねフィックスを撮りたいっていう方にはめちゃくちゃねおすすめですね。でちなみにここにねネジ穴切られてるんですよね。なのでいろんなこう、モニターとかマイクとか、いろんなね、他のアクセサリーをつけることもできるんで、マジでこれ一脚今のとこ一強なんじゃないかなと思ってます。っていうのが P ネタプロです。はい、これめちゃくちゃいい。で前は紹介してましたよね。で今回多分初めて紹介するのがこっちのピネタピークというね、三脚ですね。でこれもねめちゃくちゃね使いやすいのがここのトリガーですよね。ここを引いて3つ引いてあげて上に上げるだけで、このね三脚すごくいいのが1回引くとそこでちょっと止まってくれるんですよ。なのでずっとこうってプルプルって持っとかなくてもちょっと止まってくれるから、ここのロックをね簡単に1人でもやりやすい、重いカメラをつけててもやりやすいっていうのがあったりします。でですね、ここに取っ手があるので、三脚自体のね運ぶのももちろん簡単っていうのもあるし、あとはねここやね、ここのねこのトリガーを、はい、緩めるとここのねボールヘッドが動くようになってて、ここを瞬時に取り付けることができるんですよね。今なのでこのビデオ撮影に向いてるヘッドがついてるんですが、写真をね撮る方向けの、違う雲台をねすぐに取り外して取り付けることができるみたいな機構にもなってますので、ここもね非常にいいなと思います。ちなみにね今はついてる僕のヘッドが FH75 というねものになるんですけど、このヘッド自体は特別ねすごくいいのかって言われるとそうではなくて、カウンターバランスとかはね取れるようなものではないんですけど、フィックスで取るには全然ね問題ないかなというところと、結構スタイリッシュで使い勝手はいいものかなと思います。でこれらのね最大の伸縮の高さがこっちの1脚が162まで上がります。だいぶ上がりますこれ。でこっちの3脚の方に関してはセンターポールと組み合わせてあげると最大182までいきますので、結構なものになってますね。ただちょっとこの3脚の方は上げるとだいぶとねこの足が広がるっていうのがあるので、ちょっとね一番高さ上げるのはね場所をねちょっと考えるかなとは思ったりはするんですけど、結構それなりにね高くいくことはできます。でもちろんねこっちの三脚の方はここのね三脚のこの足の倒すね、角度とかも段階を3段階ぐらいで調節することができますので、よりねローアングルの撮影とかにも対応するという風になります。でちょっとね欠点というか注意点としては、両方ともしっかりとしたねお値段にはなってるんですよね。この1脚の方はヘッドセット、この上の頭付きで 73,140 円で、こっちの3脚ですね、これはヘッドなしの状態で 119,180 円、12万円ぐらいですね。なのでやっぱり安くはない、しっかりとしたね金額感にはなるので、なかなかねサクッと買える値段ではないですよね。最近紹介した種類さんの三脚とかの方が、あっちはねカウンターバランスもついていって、6万円台ぐらいで買えるので、よりこうビデオ特化でカウンターバランスが欲しいみたいな方は、そういったところもありっちゃありなのかなと思ってはいます。はい、というわけでですね、続いて3つ目いきたいなと思うんですが、次がじゃじゃん、こちらでございます。はい、これ皆さん何か分かりますか？ミニストロボなんですよね。これね最近買ったんですけど、これよかった。これ本当に良かった。最近ねちょっとこの XM5 とかでね写真をまた楽しんでるんですけれども、こういうストロボがない機種にこれ取り付けるだけ、つけるのもねこれ電子接点をね使って、ここにある電子接点というかここの信号を送れるね、多分なんかデジタル集みたいな感じになってるんですけど、これをねカチャッとつけてあげるだけで、認識ができるんですよ。でですね、ここに電源ボタンがありますので、これをつけてあげて、
はい、そうしたらこんな感じで点滅が入ってテストフラッシュとかもねできます。こんな感じで。で、ここのね強度ですね、ここがまあ強度になってるんで強くするとか、まあ、5段階で調節をねすることができます。でこれで撮るとこんな感じで写真が撮れるという風になるんですよ。これ良くない？めちゃくちゃだからストロボがない機種にも全然ストロボってつけれます。めちゃくちゃ素人みたいなこと言ってるんですけど、まあ僕写真でねストロボってあんま使ったことがほぼないんで結構最近驚いてるんですよね。でこのストロボ自体は USB 終電で充電できます。ここもいいし、だいたいフルパワー5段階マックスのものでまあ最大400枚ぐらいは、440回ぐらいは使えるという風になるので、まあ結構持ちますよね。ただですね、まあマニュアルのね取り付けになるのかなになるので、カメラの設定とこのストロボのこの明るさっていうものを自分で調節をする必要はあります。で最大のねフラッシュ同調速度が200分の1秒になるので、そのねシャッターの速さだったら全然使えるんですけど、それを超えた速さ400分の1とか500分の1とかにカメラがなってしまうと、要はフリッカーというかちょっと線みたいなものがねちょっと出てしまったりするので、まあ、そこら辺はね若干考えていかないといけないっていう風なものはあったりはします。でホワイトバランスはね5600ケルビンの固定になるので、まあ、これ変えれないんですよね。まあ、ちょっとそこはねあれなので、まあ、環境によってはこの色かっていう時はね、まあ、あるかもしれませんね。であとちょっと使いにくいのは一番ね下の光量にした時でも結構明るいんですよこれ。はい、なので、まあ、割とね目立つフラッシュにはなっちゃうんで、まあ、しっかりとね発光してくれるっていう意味ではいいんやけど、もうちょいソフトにしたいなっていうのはありますね正直。ただね重さは 31g でもうめちゃくちゃさちっちゃいものになってるんで、もうこれやからねこの重さやからさ、もうこんなんポケット入れとけばいつでも使えるしっていうのと、あと値段がね、まあ、5820円になるので、まあ、そんなめっちゃ高いわけじゃないですよね。ただですね、まあ、もう一個僕ちょっと買ってみたものがあって、これですね、ウランジの SL01 というねストロボですね。こっちが 33g になるんですけど、こっちの方が値段安くって3499円。しかもね 20% オフのタイムセールとか、なんかそっからさらに 10% オフとかで買えて、僕これ2480円で買ったんですよ。半額ぐらいで買えるし、なんとなくこっちの方がね使い勝手いい時もあるんですよ。というのも基本構造は一緒で、これタイプ C で充電できるし、まあ、モードボタンもあったりとか、あとねこのちょっと分かりにくいかもやねんけど、この今のね発光力とかも数字で見れるんで、まあ、ちょっとこの辺もね若干使いやすさはあったりするんですね。ただこっちは4段階っていうね、ものはあります。でこれで、ね、電源をつけてあげて、はいこんな感じでつきますね。でこれでも問題なく使うことがはい、できますね。でこっちはねこの赤から緑に変わったら発光できますよみたいなサインになるんで、まあ、ちょっとストロボ貯めないといけないんですけどね、まあ、それ両方ともそうだと思うんですけど、まあ、これ結構使い勝手がいいんですよ。でこっちはホワイトバランスから6500ケルビンになるので、こっちの方がやや青色っぽいですよね。あとは、フラッシュ同調速度が250分の1なんで、こっちの方が若干早くまでは対応しています。ただフラッシュのマックスの最大の要は発光回数は375回になるので、一応スペック上ではこのドコロックスの方が充電の持ちはいいみたいなところはあります。ただ300回も切るかなっていうのはねちょっとありますよね。ちょっと使ってみた感じは発光の弱さみたいなのがこっちの方が弱いんで、なんか僕はねこっちの方がちょっとね使いやすいなと思ったりはしてましたね。で僕がねストロボ好きな理由としては、もちろんねいい感じにね映るっていうのもあるんやけど、最近流し撮りにハマってて、ストロボをね発光させる時に、ね、カメラをちょっと振ってあげるんですよね。こうでそれはねシャッタースピードをねもう50分の1、30分の1ぐらいね、落としておいてほしいんですけど、そうするとめっちゃねいい表現できるんですよ。まあすごくね素人っぽいかもしれないんですけど、なんかこういう表現ってさやっぱストロボがないできないじゃないですか。まあこういったものをね最近僕はねすごく好きでプライベートでやってたりするんですけど、まあそれがまあ要はほとんどのカメラに対応するというところで、めちゃくちゃねこれ買ってよかったんですよね。対応してるカメラみたいなとこはこのルビックス S9 が対応しなくて、ここのね周がねデジタル周じゃないものになってますので、まあ、ちょっとこの辺でね確認をする必要はあるのですが、まあ、ほとんどのカメラに対応してるんじゃないかなと思います。ただ1個めちゃくちゃ大きいね注意点がありまして、これねレンズが大きすぎると普通に蹴られるんですよ。ストロボをつけたとしてもめっちゃさ低い位置にあるじゃないですか。なのでレンズが大きいと要は下がね発光されてないみたいなこともあるんですよ。フルサイズミラーレスの 7-4 とか、あとそれに 20mm の F1.8 とかで使ってみるともう全然あかんかったりするので、まあ言うてもミニカメラでまあコンデジぐらいのレンズの小ささ
で、もしくは 50mm ぐらいで使うとかであれば使えるので、ちょっとそこはね、かなり大きな注意点にはなります。はい。っていうところかな。あとは、やっぱ光の質みたいなところはちょっと僕あんまり話せないんですけど、言うても、普通にちょっとダイレクトにバチンって当たるので、結構ね、ハードな光にはなりますね。全然ソフトじゃないので、結構それが表現として好きじゃないっていう人も少なからずいるかなと思いますので、ちょっとね、全員が全員いいというわけではないんですけど、ちっちゃいカメラでちっちゃくね、コンパクトに試したいという方にはすごく向いてるかなと思ってご紹介させていただきました。はい、というわけで続いて4つ目にね、行く前にですね、今回のこの動画のスポンサーをしてくださるアートリストさんのね、新機能が発表されましたので、それについてね、ちょっとご紹介をね、サクッとさせていただければと思います。もう僕は本当にアートリスト超ヘビーユーザーで、ウェブ広告にもね、出演させていただいてるんですけれども、今回このアートリストがですね、なんと、生成 AI の、動画生成とか、画像生成がね、さらにできるようになりました。少しね、それを見ていこうと思うんですが、アートリストに入ると、ここですね、AI イメージ&ビデオがね、生成できるようになっています。ここで、それぞれのスタイルを選んであげて、そのね、スタイルに基づく、ビデオとか画像を作ることができちゃいます。例えばですね、こういったプレイフル 3D とか選んで、これをね、エクスプロールしてみると、ここで作られたような、ものを見ることができます。で、他にもこういったね、ストーリーボードとかありまして、これ結構絵コンテとかにもね、使えるんですよね。で、もちろんこれ動画にもできたりするので、すごくないですかこれ。この辺が作れちゃうんですよね。で、これですね、ここに数字が書いてるんですけど、そのクレジットを消費してやっていくんですね。これだから、これ無限にできるっていうよりかは、クレジットがなくなったらね、追加して購入する必要はあるんですけど、基本的にそのプランに入れば、ガッともらえるんですが、このクレジットっていうものを消費して生成していきます。逆に言うと修正とかもう一回作りたいみたいな時にもクレジットを消費することになるんで、プロンプトというかしっかりとねこういうものを作ってっていうのはしっかりとねやった方がいいんですね。ただそれもすごく考えられていてちょっと一回やってみるんですけど、例えばこういった、自由のクレジットだけで作れるこれとかであれば、でこれでですねちょっとプロンプト何かしらのこういったものをね作ってくださいと入力します。まだちょっとね英語にはなると思うんですけど、一旦ねこれ夜ね桜を見ながら後ろに花火が上がるみたいな感じで公園でね、っていうようなねものを売ってあげて、でこのエンハンスっていうのがあって、これを押すとこういうものを作ってっていう指示をですねより強化してくれる、よりこう最適にしてくれる。でこれを押してあげれば、あとは動画のね縦サイズ横サイズとか、あとイメージをね、何個生成するとかを選んで、あとはジェネレートするだけです。でこれ出てくるのが割とすごくてですね、今はねこうやって作られていて、こんな感じでできました。でこれがね今画像として、生成されたんですが、やっぱねちょっと AI 感はね全然あるかなというふうには思うんですけど、これをアニメートにしてあげればここから、動画にすることもできます。デュレーション、要は何秒にしますかとか、解像度どうしますかみたいな感じで、動画にも変更することができます。ただね、これアニメートをするとね、これ線も消費するので、ちょっと今回節約という意味で、こんぐらいにしてみましょうか。で、これアニメーションにします。はい、できました。これでね、ちょっと再生をしてみると、こんな感じですね。しっかり花火も咲いて、笑ってるような感じですね。全然しっかりと動画になってますね。で、動画の生成だとね、かなり時間がかかるので、あと、クレジットの消費も大きいので、できれば画像で一旦10ぐらいで生み出して、それをこれだったら動画にしようみたいな感じでやるっていうのがいいのかなと思います。で、正直なところ、まだちょっと AI 感があるし、僕はね、そんな使い道がないなと感じてるんです。ただ、これですよ、この、ストーリーボード、このコンテとかで使えちゃう、こっちはね、結構別だと思ってて、これとかね、全然画像とかで十分なんで、ちょっとこれをね、ジェネレートしようと思うんですけど、これがね、マジでいい。はい、できましたね。やっぱ画像やとね、生成も早いですね。こんな感じでできましたね。どうですかこれ。もうこれで伝わりますよね。こういったちょっと路地というか、この道を男性が雨の中歩いてるシーンみたいな感じで撮りたいってなったら、これをもうそのコンテにはめてあげれば、全然みんな伝わりますよね。みたいな感じで使うので、僕はね、結構これがね、一番いいのかなというふうに感じました。他にもね、スタジオポートレート系であったりとか、ネオン系とかもね、あったりするので、
これとかだったらねちょっとサイバーパンクな感じとかも作れたりするし、この辺のね10のクレジットで使えるものもあったりするので、ピクセルブロックとかね、結構用途に応じて選ぶことはねできるかなと思います。でプランはこんな感じですね。従来のものに加えてこの AI スイートというものが増えました。こっちはボイスオーバーだけで、こっちはボイスオーバー込みの生成画像生成動画ができるようなプランですね。でアートリストマックスに関してはもちろんねその辺も全部入ってるというようなものですね。僕的にこの30ドルで AI スイートだったらもう40ドル出しちゃってアートリストマックスでね、いいのかなというふうにも思ったりするんですけど、大体こんな感じで用意されています。はいという感じで、もしね実用的に使えそうだなっていう方はねぜひ概要欄のリンクからねチェックしてみてください。僕の概要欄のリンクから登録すると2ヶ月間多分フリーで使うことができるはずなので、よかったらねチェックしてもらえたらと思います。はいということで皆さんお待たせしました。次4つ目いきたいんですが、次がじゃじゃんとこちらでございます。これ何かというとですね、オープンします。ドドンとこれ E マウントのレンズになってるんですが、ラオワのプローブレンズと呼ばれるマクロレンズですね。こんな感じの先端にかけて、ここがね、一番先端になって、ここにしっかりバッチリね E マウントのマウントがついています。これね5年ぐらい前にもね結構 YouTube 界ではねかなり流行っていたものにはなるんですが、最近ねというかここ半年間ぐらい僕結構これ使ってるんですよね。物撮りとかで超マクロにできるレンズなんですごくね重宝してるんですよ。このレンズね 24mmF14 のマクロレンズになってるんですね。でフルフレーム、フルサイズ用のレンズになっておりまして、マクロ撮影倍率がなんとね2倍です。2対1の2倍なんですよね。これどういうことかというと、この倍率っていうのは例えば1対1がマクロレンズになるのかなと思うんですけど、この1対1だった時にこのカメラのセンサーに対して要は実際のものが等倍に見えるというのが1対1で、実際のカメラのセンサーに対して半分の大きさで見えるっていうのが、0.5 倍なので、1対2のハーフマクロと呼ばれるんですね。でこれは2対1になるので等倍よりもさらに2倍の大きさで、この画面内に出すことができる、映すことができるっていうかなりマクロなレンズになってるんですよ。でもちろんねめちゃくちゃ接写することができますので、ぐわーっとね何かしらを撮ってあげるともう本当にねその質感であったりとか、もうこれでしか見れない世界っていうのをね撮ることができるんですよね。で付属のねこのケーブルをつけてこれ撮影するとですね、ここにねライトがあるんですよね。ここのライトが光るのでしっかりと、F14 っていうねめちゃめちゃ暗いレンズになるんで、これをね照らしてあげると、しっかりとね撮ることができるみたいな、そういったレンズになっています。で一応マウントも結構あって、キヤノンの EF、ニコンの F、ソニーの FE、これですね。でライカの L マウントでアリとかの PL にもあるので、結構マウントは豊富にありますね。で、ちょっと値段はねマジでエグくて、26万7300円、税込み29万なんで30万円ぐらいしちゃうんですよ。ハードケースはついてくるんですけど、ただですねこれ中古で買いました。僕は13万ぐらいで買えたんで結構前なんでね、また相場はどうなってるかわからないんですけど、すごくね買ってよかったなと思ってるんですけど、刺さる人には刺さるんじゃないかなと思っています。僕たちどういう風に使ってるかというと、やっぱりレビューをするので、結構ねこのプロダクトの質感をすごく見るんですよね。特にハッセルブラッドのレンズとかってハッセルブラッドの H の刻印が刻まれてたりするんですよ。リングとかにね、ああいったものを見せたい時に、スライダーを使ってこのレンズを使ってね、FX3 とかの12800の ISO とかで撮ったりするんですけど、そういう使い方をすると絶対にこのレンズでしかね撮れない映像を撮ることができたりするんですよね。あとはね、Mac Studio M3 Ultra をねちょっとレビューした時とかにも、画面のねこう実際のダヴィンチリゾルブのその画面の要は編集上のねものをこうイメージとして表現したい時とかに、スライダーを使ってそれもね表示したりしていて、そういった使い方ができるみたいな、まだまだねたくさんいろんな使い方があると思うんですけど、このレンズはね超楽しいですよ。もちろんねこう万年にお勧めできるようなものではないんですが、ちょっとねこれあるとね結構面白い表現ができるんでご紹介をねさせていただきました。注意点としてはかなり暗いので、E マウントでやっぱソニー FX3 とかでやっぱ ISO をね上げまくるっていうのが必要になってくるんで、12800とかで撮る、もしくは、よりねこうしっかりとライティングをするとかで、ちょっとこれね個体差かもしれないんですけど、このレンズねかなり黄ばみが強いんですよね。個体差な気がするな。なので、ちょっとその辺が使いにくくてホワイトバランスを取るのが難しかったりはするので、その辺がね若干これ中古っていうのもあるかもしれないんですけど、その辺がねちょっと使いづらさはあったりはしますね。レンタル会社とかでねレンタルすると1日数千円で借りれますので、そういった使い方もありかなと思います。はい、というわけで続いて5つ目いきたいと思います。次がですね、じゃじゃん、
はい、こちらでございます。もうこれ結構使い込んでるんですけれども、これオーディオインターフェースなんですよね。これシュアさんの、オーディオインターフェース、要はこのキヤノンの XLR 端子を USB-C に変換させて読み込むことができるという風になってるんですね。こういったね、キヤノン端子 XLR を使って、使うようなマイクをですね、もうこのまま挿すことができて、はい。で、これをですね、USB-C ではい、かましてあげて、もうこれをね、Mac であったりとか、もう極論 iPhone でいいんですよ。iPhone に挿してあげると、このマイクが認識をして、音声をね、収録することができるんですよ。ちょっとやってみましょうか。はい、こんな感じでね、実際に今収録をしてるんですけど、いかがでしょうか。めちゃめちゃね、綺麗に撮れてますよね。こういう風にもうサクッとね、めっちゃ綺麗な音声をもう iPhone にダイレクトに入れちゃうみたいな。要は今までね、XLR 端子を使って、要はオーディオインターフェースをかまして、そこから PC とかに入れてたものが、もうこれがあれば USB-C 一本で iPhone にもいけちゃうし、どんなところにも持っていけるみたいな。これがね、結構革命的だなという風に思うんですよね。で、このね、オーディオインターフェースのすごくいいところが、ファンタム電源供給に対応してるんですよ。なので、電池駆動とかじゃなくて、ファンタム電源でね起動するようなマイクとか、これも多分そうだと思うんですけど、こういったものをもうこのまま使うことができますので、これさ良くないなんでね、僕は YouTube のアフレコとかナレーションとかはもうこれを使ってもうパソコンにダイレクトに読み込んだりとか、ちょっと急にいる時はもう iPhone でね音声だけ取っちゃってこれを使うみたいな、そういった使い方ができますので、これね地味にめちゃめちゃ便利ですよ。なんか急遽人と対談をする時とか、何かしらのポッドキャスト撮りたいみたいな時に収録できるものが欲しいってなったら、これがねあればもう大丈夫です。僕ちょっとこれもう一個買おうかなみたいな感じで思ってるぐらい、マジでこれ超使ってます。はい、お気に入りです。これ自体ね2万円ちょっとぐらいでね購入することができるので、全然そんなね高いものでもないですし、ちょっと音声周りでいろいろとね苦労してる方はぜひねこれ使ってみてもらえたらなと思ってます。マジでこれはね革命的な商品だなと思っています。はい、というわけでだいぶと後半になってきました。次6つ目いきたいんですが、次がじゃじゃん、こちらでございます。ソニーのね純正のバッテリーチャージャーなんですよ。 BCZD1 というものになるんですが、これがね、はい、この FZ100 バッテリーですね、 FX とか、最近のソニーのミラーレスカメラで使われるようなバッテリーになるんですけど、それをこうデュアルで、はい、充電できるようなものになっています。で、タイプ C なんですよこれがめっちゃいい。これ見ての通り USB-C1 本使うとこんな感じで充電されるという風なものになってます。こういったもの最近多いですよね。で、僕自身も結構充電っていうところはね、割といろいろ課題に感じていたんですよね。というのも、この本来ついてくるね、チャージャーですよ。こっちもね、いくつか持ってるんですけど、やっぱこれはね、コンセント直差しじゃないとできないっていうのと、USB-C とかでできないのと、1個しかたまらないっていうので、なんだかんだ使い勝手が悪いんですよね。で、さらにさ、最近のさ、各メーカーさ、チャージャーケチりすぎじゃないですか、正直。7C2 とかにも入ってないですよね。α7C2 とか、E10-2 にももちろん入ってないし、で、ルミックスの S5-2 とかも多分入ってなかったと思うんですよ。もうちょい昔はさ、一眼レフの10万円ぐらいのカメラにも入ってたじゃないですか、チャージャーぐらい。今入ってないんですよねで、やっぱりさ、カメラに直差しとかめんどくさいし、なんだかんだね、バッテリーって何個か使うからさ、こう充電が一気にできた方が絶対いいと思うんですよ。で、そういった時にこれをねちょっと購入して最近で、これがやっぱねすごく良かったなというところなんです。で、値段はね正直全然安くなくて、1万4000円ぐらいになっちゃうんで、そんなねお得かって言われたら全然そうじゃない。ただ純正っていうね安心感、やっぱり僕ね結構このオフィスとかで結構いろんなね高価な機材もあるしってね、もう火災だけはマジで嫌なんですよだから充電とかも長期でね、ここを外出するときはもうその充電全てを1個オフにできるようなものがあって、それをもう全部切っていったりとか、純正のね充電のチャージャーしか揃えていなかったりとか、結構その辺はねシビアに見てるんですよね。なのでね、やっぱりこの純正の安心感、そして USB-C で充電できるっていうところで、ちょっとねその安全を買ったというか、そういったところでこのデュアルを、購入をしましたね。で、正直充電時間はねそんな早くはなくて、2本を最大で155分で充電できるようになるので、3時間ぐらいかかるかな。なのでそんなに早くはないし、で、あとアダプターをね買う場合はまた別にはなってくるので、そんなコスパがいいわけではないんだけど、でもね安全に2つ充電できる。で、最悪モバイルバッテリーとかからでも、充電できちゃうっていうところで、ちょっとねこれを導入して、すごく良かったなと思います。はい、それではですね、最後7つ目いきたいんですけど、多分これがね一番面白いかもしれない。はい、紹介していきます。それがですねこちらでございます。これ何か分かります多分ね意味わからないと思うんですけど、これマウントアダプターなんですけど、これただのアダプターじゃなくてヘリコイド付きのアダプターなんですね。僕ですねこのようにルミックスの S9 でずっとねこのレンズを使いたかったんですよ。
こういう、ライカの M マウント用のレンズ、はい、こっち L マウントですね。こっちが M マウントにあるんですが、この M マウントをこの L マウントで使いたかったんですよね。で、このアダプターを使ったら、ただこれがね、つけれるだけじゃなくて、M マウントレンズが寄れるんです。めっちゃ寄れるんです。本来ね、このライカの M マウントレンズっていうのは全然寄れなくて、最短が70とかなっちゃうんですよね。もう結構引かないとテーブルホップとか取れないんですけど、これだと超寄れるようになるんですよ。ちょっとつけてみましょうか。まずね、こっちが L マウントで、こっちがM マウントになりますので、ここを取ってあげて、で、S9 ですね。この S9 のここに取り付けてあげます。はい、もうかっこいいよねこれでさらにこの M マウントレンズをこれをつけてあげるとかっこいい。やばいよねこれ。どう？ S9 ユーザーこれどうすかでこれはね電子接点がないので自分でねレンズ情報を変更する必要があります。このレンズが今 35mm になるので、これが 35mm の方ですね、はい、にしてあげますと。でですねこれ本来の、最短撮影距離でいくとですねこれがねかなり遠いんですよ。最短がここら辺かな。だいぶ遠いでしょここで。このね最短撮影距離がここのねリングを回してあげるんですよ。ヘリコイドっていうんですけど、ここをね回してあげるとちょっとこうグニョンって伸びてますよね。これ 6mm 伸びるものになるんですけど、これでだいぶと寄れるようになります。あ、ここやね。ここまで寄れてるわ。はい、すごくないこれ。ここまで寄れるのよ。よくないこれめちゃくちゃよくない？いやマジでねこれ僕 S9 使ってる時にね、まあもちろんこのレンズもすごくいいんですが、まあ、F8 やしマニュアルやしまあ使いづらいわけですよ。おしゃれさで使ってたところはあったんですけど、この組み合わせはねかなりいいんじゃないかなと思ってます。でこれね焦点工房の焦点というねアダプターになっておりまして、これは LMLSLM2 型になるので、多分これ L マウントがね2型しかないはずです。1型だったらソニーとかあったと思うんですけど、そっちの1型とかやったら結構安くて1万円ぐらいで買えるはずなんですよね。でも L マウントは多分2しかない気がする。ただ2型になったことでここの最短がよりいくみたいな、これ 5mm と 6mm の違いやったかな。ちょっとね詳しく調べきれてないんですけど、その辺が違うみたいな感じで、ここにしっかりロックもあるので使わないときはこれこうオフにしておけばいいみたいな。なのでもちろんこの寄りたいがためにつけるっていうわけ以外にも M 型マウントを普通に使いたいことでも使うことができるし、質感もかなりで、値段がね 26,910 円と結構高いので、まあこれはねちょっとまあそんなすぐにはね買えるようなものではないんですが、ましてやマウントアダプターにね25,000円は結構な出費にはなっちゃうんですけど、いやでもねこれはちょっとぜひね皆さんに使っていただきたいなと思って、ちょっと L マウントユーザーの皆さんこれどうですかと、はい、というところがいたかです。ただこれ1個だけね注意点があって、これ要はこのリングをね出してる間はこっから出して寄れるようにしてる間はほぼマクロレンズみたいになるんですよ。なのでピントの合う位置がかなりね少なくなるんですよね。だから接写でこう撮りたい時とかはこういう風に使ってあげるといいんですけど、これがちょっとでも離れるともう合わなくなるんですよね。なのでそういった場合はもうこれを戻してあげてで撮るという風になるので、ちょっとこの辺の操作感が1個増えるなというのはあります。それがね逆にこうグリグリしてるのも楽しいし、ここのねつまみのこのダイヤルがすごくいい作りなんですよ。これがね回してるの結構楽しいんで、僕はいいんですけど、簡単に言うと、マクロレンズとしても使えるみたいな感じです。なので万能にねその撮影の距離が増えるってわけじゃなくて、ちょっとその至近距離でもいけるようになるみたいな、ちょっとモード変えれるみたいな感じになるので、ちょっとそこだけね注意点ではあります。他のねマウント E マウントとかにももちろんありますので、ソニーのカメラで M マウントレンズをつけたりとか、そういった方には、もうちょっとねそっちだったら安くできると思いますので、ぜひですねこちらもねチェックしてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ですねおすすめのねカメラアイテム、本当に買ってよかったなと思うものをね7つご紹介させていただきました。1脚と3脚に関してはねちょっと自分で購入したものではない、以前のね PR ではあるんですけれども、ただですねもう本当に買ってよかったなと思いますし、今回紹介したものもね意外とそういったものがあるんだという風なね感じで思っていただけたんじゃないかなと個人的には思っております。結構この企画ね好評なので、今後もねちょっと引き続きやっていけたらなと思いますので、今回の動画良かったな、参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で僕ですねビジュアルパークというねオンラインショップを運営しておりまして、ここでですね写真とか動画の色表現をね手助けするような、パワーグレードと呼ばれるねダヴィンチリゾルブで使える僕が普段使ってるカラーグレーディングの
ノードをねそのまま使うことができて、いろんな世界観にねチェンジさせることができたりとか、あとは Apple iPhone 用のね Apple ログで撮影した映像を編集するためのね専用のラットを作っていたり、あとは Osmo Pocket 3のねスタンダードカラーとログ用のカラー両方に対応したねラットをね作っていたり、そういったものも販売していますので、ぜひね興味ある方はねこちらもチェックしていただければなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。